キャベツソフトサクレット。はい、どうも、おじさんです。ということで、今回からこちら、桜の雲、スカーレットの恋、略してサクレットということで、やっていきたいと思います。一体何なんだろう。なんかすごい探偵が映っとるけど、なんかそういうミステリー的な要素があるんかなわからんけど。どういう話なんかは全く情報入れてないんで、まあこれからやってみましょう。かわいいね、やっぱ。なんか絵柄がすごいかわいいね。行きましょう。桜花風月。さて、ご婦人。あなたの主張によれば、商品には手をつけていないとのことですが。こちらのお嬢さん曰く、あなたが物色した後、並んでいた中折れ棒が消えたということです。この証言については？タバコ吸う人なんだ。間違いありませんわ。私この目でしかと見ましたもの。知らないざます。見ればわかるざんしょ。帽子なんてどこにもないざます。もろ手を挙げて潔白を主張するコート姿の、貴婦人。銀座を歩くだけあってそれなりのご身分のようだが、本当に万引きを働いたとなれば見過ごせない。ほん。なるほど。あくまで盗んでいないと。ならば、こういう推理はどうでしょう。あなたは今日銀座の街を歩いて新しい帽子を買うつもりだった。その中、偶然ここの店先で見かけた中折れ棒を気に入ったが、値段が高く手が出せなかった。故にそのまま猫ばばした。人聞きの悪い。ありえないざます。失礼しちゃうざます。濡れ衣というやつざますよ。プリプリ怒って所長の仮説を否定するご婦人。ちなみにこの時代では服装問わず帽子をかぶるのがトレンドであり、道行く人々も大概何らかの帽子を身につけている。私見ておりましたわ。その方がかがんでハットを物色しているのを。だからなんだと言うんざます。この私に似合うハットがないか、この目で確かめていただけざます。確かに商品を眺めるのは不思議じゃないですが、店の軒先に並べられたいくつもの帽子。こうした商品の陳列もたまにこの時代じゃ、またか。こうした商品の陳列もまたこの時代じゃ珍しいものなのだが、それだけに被害が及んだという見方もできる。第一、うちの旦那は造船業で成り上がった成金ざますよ。お金なら腐るほど持っているざます。盗みなんてケチケチしたことしないざます。確かに珍しいお召し物をされているようだ。そうざましょう。フランスから仕入れたミンクのコートざます。どこを漁ってもない最新の舶来品ざます。本当ですか？自分にも調べさせて。もういやらしい。庶民が汚い手で触るんじゃないざます。いったー！香木に何を。歯向かう気ざますか？あなたのようなおまわり程度、夫の権力でどうとでもできるんざますよ。すげえ脅迫しとるやん。いえ、失礼しました。それに負けるんだ。刑事が何をビビっている。そんな調子では事情聴取にならんぞ。だって証拠がないじゃないですか。もし無実だったら強くは出れないですよ。確かにマダムの身なりに不自然な点はない。怪しいとすればその手提げカバンくらいだが。証拠ならあるんだ。所長は真相を暴いてみせると言い放った。証拠ですって？文句があるなら言ってみるざます。じゃあね、証拠やって。いいだろう。解決編を始めようか。所長、何か手がかりが？
俺もか。俺も思いついていなかったので、そう尋ねると、所長は得意げに鹿打ち棒の唾を弾いた。エレメンタリーだよ司。答えはいつも目の前にある。押し黙ってしまうマダム。どうやら所長には確たる賞賛があるらしい。教えてください探偵さん。証拠というのは？ああ、証拠はすなわちマダム、あなたのかぶっているその帽子だ。お、飴なんだ。タバコじゃなかった。ペロペロキャンディーそんな風に持つって、なんかすごいな。大人に対する何かしらのコンプレックスがあるんかな。大人になりたいみたいな。なんかそのすごい可愛い見た目だからさ、なんかすごい子供に見られがちなんだろうさ、きっと。まあ、飴舐めるぐらいだからね。それをなんかすごい気にしとって、なんか自然とそういうタバコほら、なんか大人じゃん？うん、タバコ吸うのって。そんな感じなんかな。帽子が？帽子が。そう、マダムは大胆にも盗んだ品をそのまま身につけていたんだ。これぞまさに動かぬ証拠。名推理を突きつける所長。ご婦人はというと、所長の堂々たる指摘に絶句していた。無理もないかもしれない。所長。こちらを振り向かせて耳打ちする。盗まれた帽子は中折れ帽で、夫人がかぶっているのはシルクハットですが、あら。そうだったか？さっきも言いましたよ。困っちゃうな。じゃあ適当にサクッと改造してかぶり直したに違いない。シルクハットってどれくらいの大きさなんだろう。さすがにシルクハットの中に中折れ棒は入れれんか。コートの中に隠したっていうのもちょっと微妙だしな。じゃあってそんなこと容易にできるはずないざましょう。でたらめ言うんじゃないざます。この司っていうのが多分主人公なんだな。夫人が怪しいのは俺も同じ心象なんだけど、所長の名推理は現状かすりもしていない。そもそも盗んだハットを堂々とかぶる輩なんているはずがないざます。この理屈がお分かり？あなたの小汚い帽子とは違うんざますよ。やれやれ、このディアストーカーの渋みがわからんとは。だいたい帝国人でもない女ごときが偉そうに。大方芸妓崩れの交渉残暑。人種差別に女性蔑視、こういうのもお前の故郷では問題視されるのだろう司。あ？ええ、大いに。ほう。故郷というか時代だけど。明治とか多分それくらいだよな。で、お前はタイムリープでもしてきたんか？所長なりにカモフラージュしてくれた表現だった。しかし困りましたわね。私ははっきりこの目で見たのですが証明できないざます。ザマス映っとるよ。真似するんじゃないざます小娘。プンプンと怒って時短打を踏む貴婦人。所長への侮辱は許しがたいが、現実問題マダムのカバンには収納できそうもないという点も変わらず。司、何か考えが？ご婦人、なんざます？先ほどから随分と姿勢がよろしいですね。確かにそこは立派だ。当たり前ざます。胸を張り背筋をピンと。花の女学校で習った大和なでしこの鉄則ざます。指摘されればされるほどさらに胸を張って背筋を伸ばすご婦人。彼女の手前へうっかり小銭を落としてみる。ああ、これは失礼。すみませんが拾っていただけませんか？いやざます。なぜです？腰を痛めてるんざます。だからしゃがめないし背筋を伸ばしてるんざます。しゃがみ込んで帽子探しとったんやろ？
かがんで帽子を物色していたと聞きましたが、体幹を反るべきか折るべきか迷っている風なご婦人。まあコートの中だろうな、ここまで来ると。だがやはり結局は胸を張る。どうも不自然な動きだな。何も不自然じゃないザマス。これこそ上流階級の家族にのみ許された高貴な振る舞い。いえ、おそらく下手に首を動かすとずれ落ちてしまうからでしょう。帽子が。あ、重たいからか。帽子の中に帽子入れたん。だが帽子はちょっとやそっと動いたくらいでは。普通はそうです。だからやめるザマス。すっと夫人のもとへ近づくと、無理に背筋を伸ばしている彼女の帽子を暴く。中身はすぐに現れた。はあ。自前の帽子の中に万引きした帽子を入れていたわけですね。マトリョーシカみたいにして。あ、なるほど。上からスポッとかぶせたんか。だから夫人はシルクハットをかぶれておらず、いくら感情をあらわにしても首から上だけは不自然に動かなかった。ご主人、これは売り物としていた帽子に間違いありませんか？おお、そうですそうです。中折れ棒の最上15円になりますね。動かぬ証拠が露呈し、言い繕うことさえ許されなくなったマダム。焦りからか悔しさからかプルプル震える彼女に対して所長は得意げに宣言する。所長実はポンコツ探偵だな。どうやらまた私の推理が的中してしまったようだな。帽子が怪しいという私の名推理が。俺苦手だわこういう人。点で的外れだったじゃないですか。ですがこれにて事件解決ですわね。私の見間違いでなくてよかったですわ。今回東子さんの証言がなければ俺たちも万引きを見過ごしていたかもしれない。彼女のためにも真相を暴けてよかった。そうそう、ご主人は造船業を営まれているとのことでしたが、よければお名前もお聞かせ願えませんこと？お父様なら知っているかもしれませんわ。何？さらに上か。お前財閥か。屈託のない高貴な微笑みを浮かべて夫人に迫る東子さん。知ってか知らずか知らないが、それは下に鞭打つような行為だった。覚えていやがれザマス。この恨みはいつか必ず晴らすざますよ。あ、やけにあった夫人は捨て台詞を吐くやそのままだったのごとく走り去っていってしまった。追えよ警察。困りましたわね。あのミンクの毛皮は偽物だとお伝えしそびれましたわ。多分それしか持ってないんだと思いますよ。おそらくあの旦那が造船業で成金云々っていう話も嘘っぱちだろう。この銀座という地区のハイソサへ溶け込むためにあえて金持ちっぽい格好を装っていただけだ。本物のお嬢様には、ナチュラルに見抜かれているのが悲しいところだが。あ、しまった。逃げられ。追わないと。まあまあ大丈夫ですよ。商品が帰ってきたならそれでよしとしましょう。おじいさん。はあ、いいんですかね。帽子店のご主人はおおらかな人かられっきとした窃盗だというのに対して目くじらも立てず奥へと引っ込んでしまった。この辺りのゆるさはこの時代特有と言うべきなのか。どうした？悔しそうだな。今回も警察は役立たず。事件解決の立役者は我々チェリー探偵事務所だ。探偵じゃなくて風見さんの手柄でしょうが。風見さんじゃなくて風見さんな。にしても風見さん、よくあのご婦人が帽子に帽子を隠してると分かりましたね。まあ。昔万引き G メンか何かの番組で似たような手口を見た
とは言えない。あ、もうこれタイムリープ確定だな。今はまだテレビどころかラジオ放送さえ流れていないんだから。はあ。しかし待て、我々は事件を解決したのに、これでは誰からも報酬を受け取れないではないか。たまにはいいんじゃないですか。帝都の治安を守ることができて。治安維持で飯が食えるか。我々とて慈善事業ではないんだぞ。何にしても大した洞察力です、風見さん。ぜひ警察へ行きませんか？いや、俺は。柳楽刑事、私の目の前で署員の引き抜きはご遠慮願おう。探偵、知ってるでしょう。昨今の我々の立場は。悔しさをにじませるように、凪良刑事はつぶやく。最近じゃ特攻や憲兵のせいで我々普通の警察の肩身は狭くなる一方なんですよ。舐められてるっていうか。まああれくらいすっとんきょうな感じだったらそりゃあな。世知辛いお話ですわね。実際憲兵の方々は少々高圧的すぎる気もしますわ。しかし組織というのも結局は人です。風見さんのように優秀な人材に入ってきてもらえれば、うちも。迫り来る凪良さんを押しのけ、俺は所長は俺の肩に手を回す。ダメだ。司は私の右腕だからな。本体はポンコツなのに。何か言ったか？相変わらず距離が近いです、所長。しかし所長の右腕と言われることに悪い気はしない。切っても切り離せない関係として認められることに。でも俺の持っている知識とかってただの反則ではあるんだよな。そのあたりは未だにモヤモヤする点ではあるが。お二人はいつもお仲がよろしくて何よりですわ。まあ目当てのものも買えたし帰るとしよう。メリッサが待っている。お帰りなさいませ、皆様。お紅茶を用意しております。ただいまです。ありがとうございます、メリッサさん。今日も司さんの頭脳がさえ渡っておりましたわね。俺とトウコさんは手洗いをしてから応接用のソファーに座ると入れたての紅茶を軽くすすった。事務所にまで戻ってくると帰ってきたという気がするな。どうぞ、探偵様。ダージリンです。悪いな。しかしその探偵様というのも未だにむずがゆいな。所長もメリッサさんからカップを受け取ると回転椅子をぐるっとさせてから飲み始めた。ビジュアル上とても様になる御人ではある。お留守番を頼んで悪かったですわね、メリッサ。代わりにお土産を買ってまいりましたわ。お嬢様、私はメイドです。お礼をいただくなど。がっついてるがっついてる。トウコさんはデパートの紙袋を受け取るや否や、メイサさんはそわそわと包みを開けた。これはメドック社より新発売のプロペラ付き飛行機模型。模型。乳首立っとる。いや違うか。現れた、飛行機型のおもちゃを手に取るとメリッサさんは途端に目を輝かせて宙へ浮かべた。メリッサは本当におもちゃが好きだな。最近はゴム製ですとかブリキ製ですとかいろいろな商品が出ておりますものね。全部メリッサに買ってあげるのが可愛くてつい手を出してしまいますわ。どうされましたか、司様。司様もプロペラにご興味が。ああ、いや
このおもちゃ未来に持っていったらどれくらいの値がつくのかなーって。そう高いものでもありませんし、大したお金にならないのでは？いや、えげつないあれになるな。それがそうでもないんですよ。こういうレトロな玩具って下手したら何万とかで売れることも。ラジオもない時代やろ。万円？ラジオもない時代だったら万円で済まんと思うな。家庭の話です。落ち着いてください、所長。帽子、最上級の帽子がだって15円の貨幣価値やろ。それで言ったら万円って言ったら、当時の価値でやっぱり1000万超えるから、超えるだろうから、多分そんな感じなんだろうな。もうちょっと気を使って話すべきだった。意外ですね。技術が進歩すればより発展したおもちゃが生まれてそうですのに。基本的にはそうなんですけどね。すいません。なんか変な話しちゃって。未来のお話、気になりますわ。ただでさえ最近は科学技術の日進月歩と言われておりますのに。東子さんの期待に応えたいのは山々だが、あまりむやみに話すものでもないと何度も身に染みている。未来変えたんかお前。どういうことよ。この時代そのものに致命的な影響を与えかねないとも限らないわけだし。帝国人の生活様式もきっと様変わりしているに違いありませんわ。大正109年？ああ、そうか。100年後、100年タイムスリップしたんかお前。すげえな。100年飛んだか。100年飛んだって、まあ大正109年。違うな。100年ほど前には上位が行われ、元号が変わったとも聞きます。そう考えると、いつどこで新時代の幕が開けるか。大正、明治、昭和、平成、令和まで行ったからな。長く続いてほしいものですわね。明治はそんなかもしれんけどでしたら司さん、昭和は続くぞ。はい。その流れで東子さんはさらっと俺に聞いてきた。大正の次の年号は何と言うんですの？大正の次は昭あ、そうか。明治、大正、昭和、平成だ。せや。あぶね。と言いかけて、すんでのところで口をつぐむ。昭まで漏れましたね。昭栄などでしょうか。漢字も気になります。昭なのか、昭なのか、昭なのか。正家なんてどうかしら。いかにもありそうな感じですわ。消却、消滅とかかもしれません。あえて。年号予想でキャッキャと盛り上がる彼女たち。でも彼女たちは事情を知っとるんやな。なんだか現代で見たような光景でもあるが。やれやれ、みだりに未来を知るべきではないというのに。まあ言いふらしたりしないでもらえれば一番こういうのにがっつきそうだけどな、所長は。本来あり得るべきではない介入。俺という異物は果たしていつまでこの時代にいられるのだろうか。遅くなっちゃったな。時刻は夜の7時。なんやこれ。缶物屋の店じまいギリギリで新しい歯ブラシを購入した俺は来た道を戻って事務所へ帰ろうとしていた。すると、そんなに急いでどこへ行くのかしら。時の旅人さん。バレとるやん。
そんなにバレとるん？凛と透き通った声が、世や身の静寂を抜ける。反射的に振り返ると、そこには思った通りの人物が佇んでいた。ああ。おお、すごい。いい夜ね。すげえ。スケベな太ももをしとるな。これがあれか。飛ばした張本人か。君は。なにこれ。三日月を背にアーチ橋の直上へ浮かぶ軍服姿の女の子。吹く夜風はまばゆい銀髪をなびかせて、焦然とした、声が細長くこちらへ伸びる。手を伸ばせば消えてしまいそうなほど儚いその存在は、天の霞むおぼろ月にふさわしい。彼女との出会いはいつも突然に、偶然に。リアクションに困っている俺の表情を見て、彼女はクスッと笑った。お使いかしら。馴染んでいて何よりね、名探偵。久しぶりだな、荒らぎ。君の方こそこんな夜に何をしてるんだ？月の光を浴びに、と言いたいところだけれど、ねぎらってあげようと思って。ねぎらう？ええ、今日も一つ歪みを解決したようだから。歪み？彼女の意味深な発言はいつだって的を得てないが、今日に解決したものと言ったら、そうか。そういや、今そうなんやったな。的を得るって、ここ最近になって、常用になったんだよな。大元は的を射るだったんだけど、弓矢でパーンって言って的に当てる。アーチェリーみたいなのが想像してもらえればわかりやすいんだけど。じゃなくて、的を得るって誤用され始めてから、それがもう一般化したから、みんながみんなして的を得るって言いまくるから、だから的を得るも正しいみたいな解釈になったんじゃなかったっけ？最近でもないか。エッチだなこのパンツ逆に見えないってのがエッチだよな。わかる？帽子屋での万引き未遂のことか？君の言う歪みってのは。そうとも言うわね。相変わらずつかみどころのない人物だ。それにネットもスマホもないこのご時世にどうやって俺の行動を把握しているのかは理解しがたい。あなたは立派に使命を遂行した。だからちょっとことほぎに来ただけよ。使命ねええ、何度も伝えている通り。荒らぎは凛と俺を見据えて冷たくも大人びた声色で言った。歪みを正さない限り、あなたは未来へ帰れない。そうきたか。それってなんかお前が軍人の格好をしとるっていうのもなんか関係があるんかな。大正だろ？昭和になって戦争が始まるからその関係なんかな。それはまた別の次元の話なんかな。肝に銘じることね、名探偵。ここは本来あなたのいるべき時代ではないのだから。確かに。分かってるよ。今のままじゃダメってことくらい。そう、1920年4月。俺はこの時代の人間ではない。
彼女が俺のことを時の旅人と称した通りに。それより未来への帰り方なんて君が指南してくれた方が早いだろ。事情を知ってるって言うんならさ。残念だけどそれはできないわ。私が新たな歪みを生むわけにはいかないもの。あなただってこの時代の人に余計な知識を吹き込んだりしないでしょ。何度かつい漏らしてしまったことはあるが、俺が知りたい、肝心のことについて荒木は答えてくれない。初めて会った時もそうだった。要は、手前の力で探せと、くしくも探偵らしき行動を余儀なくされるのだ。探偵はゼロから始めるもんじゃないけどな。ある程度のその前提条件があって、そっから調査と推理を重ねていくもんのはずだけどな。はあ。まあいいよ。歪みってのは何なのかはともかく、事務所に来た依頼はちゃんと対応するからな。物分かりが良くて助かるわ。少なくとも事件を解決している限り、彼女はこうして上機嫌に微笑んでいる。彼女が真に望むことはいまいち不透明だけど、邪魔立てをされないのなら、とやかく言うでもない。いずれその真意は問いただしたいところではあるが、今はまさに激動の時代だからこそ、一石の生じさせる波紋は深く険しい。荒木は無感動にそうつぶやくと、軽やかにスカートを翻して橋へ降り立った。まだこのテートには多くの歪みが残っている。せいぜいその調子で励むことね、名探偵。次に俺が振り返ると、彼女の姿は、これ、なんやろ。つゆかな？霞ではないやろ。と消えてしまっていた。その場には、ただ俺の影だけが残る。激動の時代か。明治昭和という主たる、潮流に挟まれたわずか15年の短い歴史。しかし、その15年は次の時代を迎えるための確かなターニングポイントで、巻き起こった数々の事件やムーブメントは、なるほど、激動と呼んで差し支えない。でも、どうして俺がこうなったのかは未だにわからないけどな。事の起こりは10日前、いや、100年先にまで遡る。この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので精度が低いことをご理解ください。それでは本編をお楽しみください。